こんにちは、ミッキーです。今回は2024年最新レポートを立川カフェ&グルメ6選としてご紹介します。東京郊外で最も主要な街と言っても過言ではない立川。この動画制作時点では見れてないんですけれども、実はこの動画の公開直前の7月20日にはテレビ東京のアドマチでも立川特集が6年ぶりに組まれたとか、そちらのランキングも気になるところですけれども、おそらく私のチャンネルでご紹介してきた見どころと合わせると倍以上楽しめるかなと思ったりもします。そんな立川ですけれども、本チャンネルでは SNS だからこそお届けできる最新情報として2024年の今をお届けしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず、はじめにご紹介しますのは、JR 立川駅直結のグランディオ立川の1階にありますセスト。オールスクラッチ製法で粉からお店の中で作り上げる手作りパンが売りのお店です。イタリアで修行したシェフさんが2008年に中目黒の商店街で始めたお店から始まり、今では学芸大前、都立大前などに13店舗を構えています。実は過去に蔵前編の動画でトランスパレンテという系列店をご紹介していますので、そちらをご存知の方は同じく美味しいパンがいただけるなどイメージしていただくことができるかもしれません。基本的には先ほど申し上げました通り、東京23区でのお店がメインになるんですけども、こちら東京郊外でもその味が楽しめるというところは特にお勧めできるポイントです。セストはパン×雑貨の新業態。手作りパンに合うようスタッフが厳選した食器や雑貨も購入することができます。オープン当初に比べまして、この日訪れた際には雑貨コーナーは縮小しているようだったんですけれども、その分パンのレパートリーも増えている印象だったので、よりパンの魅力を味わうことができそうです。パンの種類としましては、あんパンやクリームパンなどの定番のパンの他に、カンパーニュやゴルゴンゾーラと蜂蜜のピザなど、イタリアにゆかりのあるベーカリーならではのお惣菜系のパンがたくさんありました。また、コーヒーやソフトドリンクに加えまして、ミネストローネやコーンスープも取り揃えていますので、パンと合わせて注文することができれば大満足のお食事としていただくこともできます。また、イートイン限定のスペシャルセットとして、マルゲリータなどの焼きたてピザ1種とサラダ、スープ、ドリンクがセットになったランチメニューをいただくこともできます。その中、今回は3種類のパンと別にコーンスープとサラダとドリンクの3種類をつけることができるミニセットを注文しました。グラノと言いますのは、麦の穂の形をしたベーコンエピにたっぷりの枝豆とチーズが入った一品。フランスパン屋さんだとエピという名前で売られていることが多いんですけれども、イタリアが由来なので、こちらではグラノという名前で提供されています。また、こちらはかぼちゃのナチュラーレでございまして、食パンと同じ生地を使った丸い形のパン。柔らかくもっちりとした薄い小麦色のふわふわとした生地に甘いかぼちゃのペーストが練り込まれていまして、とても風味豊かな一品になっています。加えてよもぎあんパンもぎっしりと詰まったあんが特徴的なあんパンになっていました。続いては JR 立川駅の駅中にあるお店のご紹介。こちらは土鍋ご飯しかじかというお店です。2023年12月にオープンした土鍋ご飯のお店。先ほど申し上げました通り、駅中にありますので、立川の街に降り立つ前や立川から出発する前に訪れてほしいようなお店です。お店に入りますと、まず目に入るのは大きな土鍋。ここで炊き上げます土鍋ご飯を炊きたての状態でいただくことができます。テーブルにあります漬物はおかわり自由。さらにご飯自体もおかわり自由になってますので、胃袋が許す限りいくらでも和の味を堪能できるのも大きな魅力。この日はお食事と一緒にビールもいただきました。
ですので仕事終わりに土鍋ご飯をいただきつつビールを一杯というのもおすすめかもしれません。そしてこちらがご飯。注文後間もなくおひつに入れられて運ばれてきますふっくらツヤツヤの白米。少しおこげがついていますのも土鍋ならではだなと感じることができました。周りのお客さんを見ているとほとんどの方がおかわりをしていまして、土鍋ご飯×おかずが最強と歌っているお店なのも納得です。定食メニューはお味噌汁付き、そして200円プラスすることでだし巻き卵もつけることができます。ちなみにいただくことができます土鍋で炊いたご飯については季節ごとにその銘柄も厳選しているということでございますので、もしかすると訪れるたびにその風味も変わってくるかもしれません。もちろんおかずと一緒にいただくことでその味わいも深まると思いますので、複数回訪れていただく中でいろいろな魅力を発見してみてほしいです。こちらは SNS でも話題の黒毛和牛ひつまぶし、いくらトッピングと卵黄トッピングをつけたもりもりのメニューとしていただきました。人形町の老舗すき焼き檜山さんの A5 ランク和牛と割り下で贅沢な味わいにしていただくことができます。まずはそのままの味わいを楽しみつつ、次は卵黄トッピングと一緒に、最後はお出汁でひつまぶし風にいただくことができます。ですのでボリューム自体もたっぷりなんですけども、最後まで飽きずに楽しむことができます。先ほど申し上げました通り、ご飯もおかわり自由なので、どんなお客様でもお腹いっぱいになることは間違いないかなと思っています。この他にも銀鮭いくら定食ですとか銀シャリみぞれ唐揚げ定食もございまして、唐揚げも結構人気だということでした。そしてもう一つおすすめなのが豚の角煮定食。今回はこちらもいただくことにしました。とはいっても2人でいただいていますので、1人でいただくのはちょっと無理があるかなと思います。この豚の角煮もボリューム満点にいただくことができまして、お腹いっぱいになることは間違いなしかなと思います。豚の角煮はじっくりと煮込まれておりまして、大根含め味がしっかり染み込んでいますのでご飯が止まりません。続いてご紹介しますのは2023年12月に立川病院の目の前にオープンした喫茶二度寝。立川駅から歩いて17分程度と少し距離がありますが、南武線の西国立からは徒歩5分とアクセス良好。立川駅からは少し離れているため、かえって穴場的に利用できるのもお勧めできる点です。レトロなフォントの看板が目を引くエントランスを一歩踏み入れますと、重厚感のあるテーブルや椅子が置かれておりまして、全体的にクラシカルな雰囲気。喫茶二度寝の名前の由来は二度寝。開店時間が昼12時と少し遅めの時間だからこそ付けられた名前だそうで、少し脱力感があるようなコンセプトも魅力的。オーナーさんは新宿の喫茶店で5年間修行した方とのことで、もともとオーナーさん自身が大の喫茶店好き。喫茶二度寝さんの店内空間もミニマムながら落ち着いて洗練された雰囲気になっています。実はオーナーさん、ブラックコーヒーを飲めるようになったのは大人になってからとのことで、それ以前は喫茶店でコーヒー以外のメニューを頼むとちょっぴり肩身が狭かったとのこと。そこでこちらの喫茶二度寝ではコーヒーが飲めない方でも楽しめるような工夫がされていまして、コーヒー以外のメニューも充実しています。特に人気なのは季節を映し込んだようなソーダ水。春夏秋冬、それぞれの季節で色合い、風味が変わりまして、グラデーションもとても美しいので、季節が変わるごとに通って変化を楽しめるような工夫もされています。今回は夏に訪れましたので、季節のソーダ水の夏限定味をいただいています。ご覧のように水色のソーダ水は夏の空をイメージさせるような見た目。アイスクリームをトッピングするとまさにクリームソーダになります。そして合わせていただきましたのはこちらのピザトースト。具材もたっぷり乗っけてくれますので、見た目以上にボリュームがある一品になっていました。続いてご紹介しますのは、立川グリーンスプリングスから東京餃子スタンドウーロンさん。これまでにも立川グリーンスプリングスのお店はいくつかご紹介してますので、ぜひ過去の動画も参考にしてほしいです。そんな立川グリーンスプリングスにて、2022年の3月にオープンした比較的新しいお店です。
ミシュランシェフ考案の手包み餃子とクラフトビールの専門店。実はこちら、日本橋ブリュワリーを手掛けますオーナーさんの新業態の店とのことです。そんな日本橋ブリュワリーさんは、未だにこのチャンネルではご紹介できていないので、今後ご紹介していきたいなと思っています。こちらの店は、台湾の屋台料理のような感覚で、カジュアルで居心地の良い空間になっています。看板メニューはもちろんのこと、ミシュランシェフ考案の手包み餃子は絶品。毎朝当日の分だけ仕込んだあんをオーダーが来てから包んで提供してくれる魅力の餃子です。生地はプリプリ、肉汁たっぷり。あんはスペイン産イベリコ豚のバラと国産の肩ロースを使用したこだわり素材で構成しています。油が溶けて旨味を逃がさないようにするため、お店でひいてあんにしているこだわりっぷりです。そんな餃子の制作過程もカウンター席から眺めることができますので、ぜひカウンター席に座った際は出来上がるまでじっくりとその工程を楽しんでみてほしいです。また席にもそんな餃子のこだわりをご紹介する案内がありますので、確認していただいて、そんな餃子の味わいを噛み締めてほしいです。そんな餃子に関しまして、あんを包む皮にもこだわりがございます。もちもち感を引き出すために2種類の小麦を独自にブレンドし、伸ばしたての皮で作っているとのこと。焼き餃子に関しましてはテイクアウトもできますので、そこも嬉しいポイントです。ただ、そんな焼き餃子だけではなくて、餃子スタンドという名前の通り、水餃子の提供もあります。水餃子はベーシックな水餃子に加えまして、パクチー水餃子、シソ水餃子もありました。さて、そんな餃子と組み合わせていただきたいのがビール。餃子によく合うビールを意識しているようで、ウーロン茶葉を使用したオリジナルのウーロンエールなど豊富に用意されています。こうしてメニューを眺めているだけでもたくさんの種類がありますので、気になるものがありましたら店員さんにも聞いてみてほしいです。この日もウーロンエール以外に、日立のネストビールユズラガー、日立のネストビールホワイトエール、ボヤジャーゴールド、ボヤジャー IPA の5種類に加えまして、期間限定の画商 IPL6 番と全6種類の用意がございました。さらに餃子以外にも試していただきたいメニューがたくさんございます。まず今映していますのは混ぜそば。ピリ辛でありながら中国黒酢の酸味が絶妙な味わい。トッピングに卵をつけるのもおすすめのようです。続いてご紹介しますのがこちら、とろけるポテトサラダ。マッシュポテトに契約農家の煮卵が乗った一品。アクセントにローストナッツとベーコンビッツが効きまして、山椒の香りが一味違うポテトサラダになっていました。見た目もさることながら味わいは抜群。もちろんビールやウーロンエールともぴったり合いますので、ぜひとも注文してみてほしいです。この煮卵を割っていただきますと、中からとろっとした黄身が出てきますので、こちらもぜひ写真や動画等に収めていただいて SNS にも投稿してみてほしいです。続いてご紹介するのはこちらのよだれ鶏。低温調理でしっとりと柔らかく仕上げている一方で、表面はパリパリに焼き上げて香ばしさたっぷり。風味とマーガオの爽やかな味わいと特製ネギソースが絡み合いまして、他ではなかなか味わえないようなメニューになっていました。こちらも一口サイズになっていますので、ペロリといただくことができるような、そんなメニューになっています。続いては、先ほどからご紹介しています焼き餃子。こちらも1回4個セットでいただくことができまして、サイズ自体も一口サイズでいただくことができますので、1回注文して、まだ食べられるなという方に関しましては、ビールの注文と合わせて何回か頼んでほしいなと思えるような、そんな一品でございました。実際に箸を入れてみると、肉汁もたっぷり溢れ出してくるような、そんな一品です。続いてご紹介するのは、こちらのエビ卵チャーハン。細かく刻みました自家製チャーシューを使用したチャーハンに半熟のトロトロ卵を乗せてプリッとしたエビを添えた極上の一品になっています。まさに締めの一品として注目できるようなメニューになっていますので、先ほどまでの餃子等を頼んでいただいて、アルコールも入れていただいて、最後の締めとしてはこちらのチャーハンでお腹を満たしていただくというのがおすすめなコースでございます。こちらに関しましてはそこそこ大きいサイズになっていますので、2人以上で頼んでいただくのが個人的にはおすすめです。そしてドリンクいくつかご紹介していきますと、こちらがウーロンエールになっています。ウーロンエールということもありまして、結構さっぱりと飲めるところがおすすめ。例えば、ラガー系の辛めのビールが苦手な女性にもおすすめできるような一品です。ぜひ、お好みで注文してほしいです。続いてご紹介しますのは2023年10月にオープンしました米と味噌にこだわりますネオ和食のお店、あなたに会えてよかった。和の空間が織りなす癒しの中で厳選した広島県産のお米、多種多様なお味噌を使用したお食事を楽しむことができます。先日ご紹介しました横浜編の動画では系列店ご紹介していまして、90年代をコンセプトにしたお店になっていました。
一方で、こちらは80年代をコンセプトにしたお店になっていますので、もし機会がありましたら、両方訪れてみて、その違いにも触れてみてほしいです。お米にこだわっているということで、米びつをイメージしたようなインテリアがあるのも特徴的。様々な場所で隠れミッキーのように米という文字がありますので、その辺も探していただければと思います。席の数も多種多様で、カウンター、半個室、座席、掘りごたつなど、デートにもよし、女子会にもよし、歓送迎会や忘年会にもよしと、様々なシーンで楽しめるような店舗になっていました。今回ご覧のように紙のメニュー表を映していますけれども、モバイルオーダーで注文することができますので、その点はご安心ください。さて、お店に訪れますと、まずはこちら、80年代のアイドルを模したイラストを入店時の記念シールとしていただくことができます。くじ引きを引いて80年代のアイドルを発見することができますので、その時点で話題を作ることができるという点も、少し会話が苦手な方にとって嬉しいポイントかなと思っています。まずお通しでいただきましたのは、ポルチーニ茸の冷製茶碗蒸し。和のお店ということで、茶碗蒸しがお通しになっているのも粋だなと感じました。さて、ドリンクですけれども、とても豊富な種類がございます。また、グラスもこだわりがありまして、80年代のアイドルがプリントされたグラスでいただくことができます。飲み物自体の色を比べますと、そのコントラストもとても美しいので、いろいろなドリンクを注文してみてほしいです。この日も様々なドリンクが運ばれてくるのが楽しみで、ノンアルコール含めまして、2人だったんですけども、なんと8種類も注文してしまいました。アルコールメニューで特におすすめなのは、極上フルーツサワー、山盛りスパークリング、そしてこちらの新定番のクリームソーダ。新定番のクリームソーダは、アルコールあり、またはノンアルコールから選べますので、アルコールが苦手な方でも楽しめるようなドリンクになっています。さてこちらはごまぶり。新鮮なブリと自家製のごまだれ、薬味を合わせたアルコールにぴったりなおつまみになっていました。注文からもスピーディーにいただくことができますので、まずこちらを注文されるのがおすすめです。続いてはこちら。商品名がインパクト大な痛風海鮮ポテトサラダです。明太子にとびっこ、イクラがぎっしり乗った痛風どんとこいなメニューになっていました。やはり和な居酒屋ということもありまして、海鮮料理をじっくりいただくことができるというところは特にお勧めできるポイントです。一方でネオ居酒屋でございますので、和食をいただきつついただくメニューはカクテル系のドリンクやフルーツサワーというところも面白いですよね。さて、こちらはさらに和を感じることができます1ピースの生牡蠣です。東京でもオイスターバー様々ありますけれども、こちらでいただくことができる牡蠣はとてもボリュームがありましたので、宮城や広島などでいただくことができるようなサイズ感でいただくことができるというところもおすすめでした。値段も700円弱とコスパも良かったです。続いてはこちら、イカゲソバター醤油焼き。大ぶりのイカゲソを目の前でバター醤油にして焼き上げ、お好みにカット。こちらもアルコールにぴったりな一品になっていました。そして海鮮かと思いきや、こちらはタコちゃん赤ウインナー。女子会やデートでもおすすめで話題になること間違いなしかなと思います。ぜひタコちゃんウインナー食べながら写真にも収めてみてほしいです。この見た目だとお弁当の中に入っているタコちゃんウインナーを思い出す方もいるかと思うんですけども、こちらに関しましてはお酒と一緒に楽しみつつマヨネーズを添えていただいていただくようなそんなメニューになっています。そしてぜひともいただいてみてほしいのは土鍋ご飯のカマンベールチーズハンバーグ。もともとこちらのお店がお米と味噌にこだわっているということもありますので、お米はぜひいただいてみてほしいです。とろける食感と濃厚な旨味チーズとジューシーな肉汁があふれるハンバーグを楽しむことができますネオ和食土鍋ご飯。ボリューミーでありながらさっぱりとした味わいになっていますので、不思議と胃に入ってしまう絶品になっていました。複数人でシェアしながらいただいてみてほしいようなそんなメニューです。そしてデザートでいただきましたのは静岡県産の親伊豆抹茶のババロアです。プリンのような見た目をしてますけれども、こちらはババロア。プリンが卵を主成分としている一方で、ババロアは生クリームベースで空気を含んでいるということもありますので、軽やかな舌触りが特徴的。軽やかだからこそ香り高く苦味が少ない抹茶を使用したババロアは、添えられているあんこや白玉ともぴったり合うような味付けになっていました。そして最後にご紹介しますのは、先ほどもご紹介しましたが、立川グリーンスプリングスという施設からグッドスプーンピッツェリア&チーズ立川店でございます。
実は以前の動画でもこちらの店をご紹介しているんですけども、今回新しくコースメニューの追加があったということなので、お店の方からお声掛けをいただきまして、改めて訪れています。関西初の人気チーズ料理専門店として、メディアや SNS で話題を集めているグッドスプーン。ここ立川店はニューヨークのチーズダイナーをイメージしていまして、大きな窓の明るい店内が特徴的。店舗デザイン、プロデュースや飲食店経営を行います株式会社カームデザインによるプロデュースということもありまして、その洗練された空間はインスタ映え間違いなしです。先ほどは昼間の様子を映してたんですけども、夜になりますとまたムーディーな雰囲気になりまして、大人の空間に変化していきます。人々に求められる企業であり続けるために、常にファッショナブルな提案を続け、ライフスタイルの一つのシーンとして生活の中に溶け込めるブランドになっていく、そんな思いでこちらのグッドスプーンさんは店舗プロデュースされています。そんなカームデザインさんの店舗設計では、洋食を日常使いにをコンセプトに、最高の満足感を低価格で提供する企業努力だからこそ満たせるクオリティの数々のメニューを提供してくれています。こちらグッドスプーンさんでは、店内併設のチーズ工房でこだわりの牛乳を使って作る自家製のフレッシュチーズなど、日替わり5種類のチーズが800円で食べ放題なのも注目のメニューです。今回いただきましたコースメニューでは、そんな5種類のチーズの食べ放題もついてきましたので、さらにお得にいただくことができます。そんなお得なコースメニューは今回裏メニューとして特別にご紹介。公式のインスタグラムにてご案内がありまして、そのインスタグラムの投稿を見た上で電話で予約していただいた場合のみ適用されるということでございますので、ぜひこの機会に予約の上注文してみてほしいです。さて、こちら先ほどご紹介しました日替わりの5種類のチーズ食べ放題コーナーでございます。いずれのチーズに関しましても、このチーズはどのメニューに合うといった説明書きもされていますので、じっくり確認していただいて、他の料理と一緒にいただいてみてほしいです。もちろん今回いただいたようなコースメニューの場合には、コース一つ一つにマッチするようなフードメニューも提供されてきますので、いい意味であまり深く考えることなく楽しむことができるという点もおすすめです。今映しています5種類のチーズのうち、手前に映っていますブルーベリージャムを添えているのはフロマージュプランといいますヨーグルトのような味わいのチーズ。まさにブルーベリージャムや蜂蜜とマッチしまして、スイーツ感覚でいただくことができるという点も個人的にはおすすめでした。他には定番ですが、マスカルポーネやモッツァレラチーズも個人的にはお気に入りでございました。続いてここからはコースメニューのご紹介。今回グッドスプーンさんでいただきましたのは、魅力あふれる自慢のメニューを全て堪能できる4500円の新コース。先ほど映していましたのはグリーンサラダ、そしてこちらは前菜としていただきましたエビとトマトの赤いスパイシーセビーチェ、ホタテとキウイのグリーンセビーチェ、広島産牡蠣とアサリのセビーチェの3種類です。さて、こちらは定番のマルゲリータ。グッドスプーンさんで提供されますピザは大人気メニュー。オーダーを聞いてからピザ生地を伸ばしまして、500度の高温で焼き上げた窯焼きピッツァでございます。今回いただきましたマルゲリータも生地がもちもち、耳は一方でサクサクになっていまして、ペロリといただくことができました。さて、こちらは今回いただきました自家製のボロネーゼパスタ。濃いめの味付けであるパスタですけれども、こちらも合わせていただけます食べ放題チーズと組み合わせることで、味の変化を楽しみながらいただくことができるメニューになっています。今回はコースメニューとしていただいていますけれども、王様のボロネーゼというメニューでは、こちらのボロネーゼの上にブッラータチーズを乗っけていただくことができまして、とろけ出すチーズが魅力的なメニューになっていますので、そちらも機会があれば試してほしいです。そして最後にいただきましたのはこちらのブラウニー。ぎゅっと詰まりました濃厚なチョコレートと、ドリンクとして注文しましたコーヒーや紅茶と相性ぴったり。この他にもバスク風チーズケーキやホットアップルパイ、クラシックプリンやブリュレミルクレープもありましたので、お食事以外にもカフェ利用として訪れるのもおすすめかもしれません。ぜひ今回ご紹介したコースメニューに限らず、いろいろな楽しみ方を検討してみてほしいです。以上、今回は2024年最新レポートを立川カフェ&グルメ6選としてご紹介いたしました。これまでにも複数回立川ご紹介していますけれども、2020年に立川グリーンスプリングスが登場して以降、いろいろなお店が誕生しているのが立川。今後も東京郊外の主要都市としてどんどん生まれ変わっていくかと思いますので、都度私もアップデートして情報をお届けしたいなと思っています。また明日7月27日は立川の国営昭和記念公園にて花火大会が開催されます。ギリギリの告知になってしまったんですけども、もしタイミングが合えばこちらも訪れてみてほしいです。またちょっと特殊ではあるんですけども、今年の10月12日、13日、14日には立川グリーンスプリングスの2階の中央広場で妖怪盆踊りというものが開催されますので、気になる方はそちらを楽しまれるのもいいかもしれません。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。